その2人がね結婚して、その戦争の後で新たに命が生まれたってことってすごい素晴らしい美しいことだと思ってるんです。仲間の新しい命としてすごい自分も誇りに思うし、マルコが可愛いなってすごい思うんですよ。そう言っていただいてありがとうございます。その戦争があった、でもその後にそのマルコが生まれたっていう、そのことについてとかその感動についてっていうのをアンナさんに喋ってもらっていいですか？はい。正直に言うと今マルコがいなければ私たちにとって戦争が全然違う経験になると思います。なぜかというと戦争が始めてからずっとなんていうか毎日大変なニュースばかり見てたりしても、なんていうか私の中に新しい命が始まっているということ嬉しかったです。本当に2月からずっと一番大変な日にもやはり私の中にマルコ君がいるということについて思うとなんていうか心が、温かくなりました。なので私たちにとっては今の時期、ウクライナにとってこの大変な時期は大変ですけど一番幸せな時期でもあるという感じです。多分外から分かりにくいかもしれませんが、私たちにとっては大変な毎日の中でなんていうか一番幸せな出来事があったという感じがあります。なのでもちろん戦争もマルコ君が生まれてから私にとっては多分より怖くなりました。なぜかというとなんていうかその前は自分の命だけは怖かったんですけど、でも正直に言うとそんなに怖くはなかったのです。でもマルコが生まれてからは例えば夜中にそのエアレイドサイレンが鳴ると前より怖かったのです。やはり自分の命だけじゃなくて息子のこんなに新しい命もいて、でもなんていうか自分の命のことも失うことはより怖くなりました。私がなんていうか死んだら誰がマルコ君の、面倒を見たり愛したりするのかなってという思いが、多いです。私は2ヶ月前に似たようなインタビューでなんていうかなぜ戦争の中でキーフにマルコ君を産むためになんていうか戻ったかと聞かれたことがあります。でその時は私が言ったのはやはりなんていうか、今ウクライナでは本当に多分、一番大変な時期になっているかと思いますが、でも私たちにとってはこんな大変な時期にこそウクライナにいることはとても大切です。でウクライナにいるだけじゃなくて新しい命もウクライナで生まれるということがとても大事だと思います。やはりなんていうか今のウクライナ人にとってはもちろんウクライナのことはとても大事ですけど、でも一番大事なのは私たちのためウクライナをなんていうか保存するということじゃなくて、私たちの子供たちのためにウクライナをより良くする、ということは一番大事だと思います。なのでマルコが大人になったらなんていうか例えば私が生まれたのは戦争の時でしたけど、でも私は大人になってなんていうかこちらで生き続きたいという気持ちは私にとって母として一番大事です。東日本大震災があったじゃないですか。であの時に、いろんな外国人が日本は放射能でもうひどいからあなたたちは国外に逃げた方がいいっていろんな人が言ってきたんですね。その気持ちも分かるんだけど、例えば福島とか東北とか近辺の人たちはそんなに簡単に故郷を捨てれないんですよね。
そこを捨てるっていうことがもう自分の今まで生きてきた人生とか魂が死んだようになってしまうと感じる人たちもいるわけで、ウクライナの人たちも故郷を捨てれないというか捨てたくないんですよね。だって自分が育った場所で生まれた場所でプライドを持っている場所だから簡単に故郷を離れられないし、だからアンナさんとレフコがウクライナに残ってマルコというその奇跡、それをこう育てたいっていう気持ちはとっても分かります。マルコにとってこのアンナさんとレフコがね、この先ウクライナってどういう国になってほしいとかどういう国にしたいとかってありますか？私にとって一番大事なのはマルコが大人になったらなんていうか、この国に、そうですね、この国に、なんていうか、残ってこの国のために仕事したいとかそういう気持ちに、可能性を感じさせる国にそうですね、したいってことですね。というそういうことですね。私にとってそれは多分一番大事です。なぜかというと、私たちはもう20年代ですけど、なんていうか、例えば今の、30か35歳の人はその人の中で例えば可能性があればその時可能性があったら外国に例えば勉強に行った人がとても多かったのです。日本語で話すのはとても難しいかも。同じ世代の人たちそうですね、同じ世代の人たちは、ようやくウクライナに残りたいという気持ちがなんていうか、ありますが、でも戦争が始めてからはまた若い人たちがウクライナを離れたくなりました。で、私にとってそれはとても、悲しいことです。やはりウクライナのなんていうか、独立になってからは今こそウクライナでは新しい可能性がいっぱいあるということが感じた瞬間で戦争が始まったというという感じがあります。なので戦争が終わってウクライナをより美しい、より可能性のある、より住みやすい国になって、これからの世代が前の世代よりウクライナが可能性のいっぱいあって豊かな国であると感じてほしいですね。僕日本人でウクライナに住んでるわけじゃないけれども、これからどんどんそのヨーロッパのその一国としてどんどんもっとこう発展していくと思うんですね。で、可能性がすごいある国だし、僕も他国の人間だけれどもウクライナの人たちの仲間としてこの国の発展を心から願ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ドゥジチャクヤ。